Valentine Day! Yay! Hello everyone, welcome back to Nihonbyo channel. I'm Chinami Hananomoto. I am a Nihonbyo dancer. It is one of the traditional Japanese dances. Yes, so today is a Valentine's Day. Yay! So in this video, I want to share with you my Valentine's Day, how I spend it. Yes. So, I'm wearing kimono. This means my Valentine's Day starts as usual, of course, Nihonbyo lesson. Okay, so let's get started.ありがとうございます。握って下ろしまして、ぐるり回るのが2つ。これはね、紙でそう。肩に先生に同じ方向を向いていただいて一回やってみてもいいですか？すみません、ちょっと頭で左右の処理が追いつかなかった途中すいません。ごめんなさい。ありがとうございました。ありがとうございました。終わりました。なんとかかんとか最後の振り付けまで入れていただくことができました。ちょっと最初先生と向かい合った状態でお稽古してたらこの左右が分からなくなっちゃって、いつもは先生が立ってる後ろにカメラを置いてもらって先生をこう映してるんですね。先生がいたらカメラがこう映ってるんですね。なので私はただ先生と一緒にフォローすればよくて、で先生の前に鏡があるのでその正面の先生の動きはその鏡で反射したものを見てるという感じなんですけど、今日は先生が別のお稽古場所にいらして私と向かい合って踊りを入れてくださったんですね。そしたら先生が右に行ったら私は左、こういう風に動かなきゃいけないので、私のですね CPU が全然追いつかなくて、情報処理がもう本当に Mac 初期みたいな形になっちゃって、あれって最初になって、で途中で先生に後ろから追いかけさせてくださいって言ったら先生が後ろを向いてくださって、それで見えたので、そこでだいぶ追いついたかなという感じで、これからビデオを撮らせていただいているので、それで復習をして振りを入れて、でまだ今週末にもお稽古があるのでそれを紹介したいと思います。はい、では今日はバレンタインデーということで、といってもね別に私シングルなので誰にも渡す人がいないんですね。明日うちの父親家族と焼肉パーティーをする予定なので、お肉屋さんに行って焼肉を買ってっていうことをするんですけど、今日はですね全然他に予定がないので、この後美味しい和菓子を買いに行こうかなと思います。といっても私今減量中なので本当はたくさん食べたいんですけどね、1個だけ買いに行こうと思います。チートデイにします。それでは行きましょう。はい、今車に乗って和菓子ショップに向かっております。本当はねチョコレート大好きなのでチョコレートをねもういっぱい食べたいんですけど、
でもちょっと今減量中なので、私はちょっとね和菓子ショップに行きます。和菓子もね結構カロリー高いんですけど、あんこでできてるので。でも私が今日買おうとしているのはいちご大福といって、そのおまんじゅう自体の大福自体の半分以上がいちごでできてるんですよ。でその周りに私の地元は薄く白いあんこでコーティングされてるんですね。私それ大好きなんですよ。もう本当に好きで、このいちごが旬な今のシーズンしか食べられないんですよ。なので今日はですね減量中だけどせっかくなのでそれを買いに行きたいと思います。はい、着きました。では早速中に入ってみたいと思います。はい、戻ってきました。こちらがいちご大福になります。ちょっと近寄ってお見せしますね。はい、こちらですね。大きないちごが真ん中に入ってます。楽しみ。はい、ちょっとねカットしてみますよ。よいしょよいしょ。はい、カットできました。中はこんな感じですね。よいしょ。はい、いちごが入ってて薄い皮があって、その皮といちごの間に白いあんこがあります。ではこちらを早速いただいていきます。はい、ではいただきます。ハッピーバレンタイン。一口で食べちゃいます。最高。めちゃくちゃ美味しい。いちごがちょっと酸味があるんですけど、それを周りの白いあんこが甘くてほんのりで、この皮の部分があまり熱くないのでトゥルンって食べられます。このいちご大福って結構日本どこにでもこの春のシーズン2月3月4月ぐらいまではあるんですけど、結構ね黒あんのところが多いんですよ。でも私はね白あんがおすすめです。じゃあもう一つ最後もいただいちゃいます。美味しい。間違いなく美味しいです。これが私のバレンタインです。皆さんの国ではどうかわからないんですけど、日本では多くの場合女性が自分の思いを寄せている男性に気持ちやチョコレートを届けるというイベントがバレンタインで、他の国だと男性から女性に出会ったり、あとはただ単にこの感謝を伝えるイベントとしてバレンタインの姿が変わっていってるっていう風に聞くんですけども、日本はまだ完全に女性から男性に気持ちを伝える形になります。ただ私みたいにシングルな人は渡したい男性がいないので、その場合は自分から自分に今回のようにスイーツを買ったりします。で、私の場合はたった300円のこのいちご大福っていうお大福だったんですけども、今では自分に対して1万円分ぐらいのチョコレートを買う女性も多いみたいです。でも私がアメリカにいた時にたまたま友達と14日に2月14日のバレンタインデーにディナーに行ったんですよ。そしたらそのディナーを出る時のレストランを出る時のドアに立ってたウェイターの方がハッピーバレンタインって言ってバラの花を一輪くださったんですね。あれは本当に結構私の人生の中で忘れられないバレンタインの一つですね。普段こう自
女性から男性に対して何かをしてあげるものっていうカルチャーの中で育ってきているので、男性からしてもらえるなんてみたいな感じですごく舞い上がったのを覚えています。はい、なのでね、もし皆さんの中で日本人の女性がガールフレンドでいたりすると、逆にですね何かギフトを送ってみたり、ガールフレンドじゃなくても女の子の友達に何かを渡したりするのもいいかもしれません。はい、ではこれが私の日本の独身女性のバレンタインの過ごし方でした。はい、今から急いでこれを編集してなんとか今日中にアップしたいと思います。I hope you have a wonderful Valentine Day and see you in the next video. ありがとうございました。